こんにちは、旅Qです。今日は全 GoPro メディアモジュラーユーザーが総突っ込みしたくなるバッテリー交換しづらい問題を DIY で解消したいと思います。前半に GoPro のメディアモジュラーにどういう問題があるのかを紹介して、後半に DIY で解消してみます。その問題もう知ってるよという人は後半から見てください。GoPro は Hero7 までケースに足がついていて、バッテリーを交換するために毎回ケースから GoPro を取り外さないといけないというまあまあめんどくさい仕様だったんですよね。しかも困ったことに GoPro って本当によくフリーズして、こうなるとね、もう操作全く受け付けないんですよ。だからもう何もしようがないので、バッテリーを抜いて強制的に再起動をかけるしかないんですよね。Hero8 になってから本体側に足がつくようになって固定したままバッテリーを交換できるようになったから、まさに神アップデートなんですが、外付けマイクを使うためにメディアモジュラーをつけると、このアップデートが全部台無しどころかさらに悪化するんですよ。バッテリーを変えるために蓋を開けても、ここからはバッテリーにアクセスできないからメディアモジュラーを取り外す必要があって、この時点で Hero7 自体に巻き戻ったのかなと思いきや、さあ外そうと思っても引っかかって外せない。 GoPro の足をメディアモジュラーが囲む形になっているから、ここで足が引っかかるんですよ。だからバッテリーを交換するためには、一旦マウントを固定するネジを抜いて、マウントから GoPro を取り外して足を畳んでメディアモジュラーから取り外して、これでようやくバッテリーが交換できるので、そしてまたメディアモジュラーに入れて足を出して、足をマウントに固定してネジを締めて、もうこれね、設計した人は途中でおかしいって思わなかったんですかね。メディアモジュラーを使った時の問題ってこれだけじゃないんですよ。ケースの厚み分、ネジが半分ケースに入り込んだ状態になるので、ここ持つ場所がなくなって毎回ケースのネジに指が挟まって痛くなります。 GoPro の足は前後付け替えができるんですが、メディアモジュラーをつけると逆側はケースにぶつかるので付けられなくなりますし、頻繁にネジを締め外しするので、その度に足に疲労が溜まって数ヶ月使うと砕けます。 GoPro の足の部分がメディアモジュラーの奥に入り込むので、足を出すのも大変になるというおまけ付き。これでもね、近くに作業台とかがある場合はいいんですが、屋外で物を置けないときは悲惨です。片手に交換するバッテリーを持ってネジを外して、外れたネジを持ったままマウントから引き抜いて足を閉じたら、メディアモジュラーを取り外して片手で持ってメディアモジュラーを取り外して、これで古いバッテリーを取り外したら、それを反対側の手で持って新しいバッテリーを入れてメディアモジュラーの中に入れて、足をひねり出したら足をマウントに固定してネジを締めたら出来上がり。すごく GoPro の悪口みたいになってしまって申し訳ないんですけれども、メディアモジュラーを使ってる人だったら共感してもらえると思います。こんなことを電池交換したりフリーズするたびに毎回やってるとね、さすがに GoPro 使うの嫌だなって気持ちになってくるんですよ。そこで今回はそんな使いにくいのを解消してみようと思います。予算は2000円。使うものはデュアルポートコネクターという名前なんですけれども、似ている商品がいくつも Amazon でだいたい1500円ぐらいで売ってます。開けると何やら妙な金属パーツと小さなネジやワッシャー、そして今回は使いませんがすごい色のトルクスドライバーがついてきました。この金属パーツは三脚穴がついている GoPro の足で、これに交換すれば三脚もそのまま付けられるよというものなんですよ。それとダイソーで売っていたエポキシパテ110円。もうね、
出落ちな感じもするんですけれども、やっていきますよ。今回はまだ試作品もなくて、というか今作っているのは試作品なので、耐久性とかは未知数です。試される方はその辺も各自で判断してみてください。まずはメディアモジュラの足部分、パテがかかるように内側も斜めにカットしておきます。旅級の動画でおなじみのカモイのマスキングテープで GoPro の足部分を埋めます。この状態でメディアモジュラに入れると、この部分が平面になりますよね。このままだとパテと GoPro が張り付いてしまうので、メディアモジュラーの穴部分も内側からマスキングテープを貼ります。これでメディアモジュラーと GoPro がマスキングテープの外側同士で接触するので、後から GoPro を取り出しやすくなります。GoPro をメディアモジュラーに装着したら、足部分の飛び出している場所をマスキングします。足の穴のところにネジを刺しておきます。そのままパテ埋めすると三脚穴が埋まってしまうので、三脚穴部分に適当な三脚をつけておきます。パテがついちゃったりすることがあるので、いらない三脚を使ってください。今回は昔買ったピークデザインプレートのパチモンを使いました。これね、安かったんですけれども、結局滑らかじゃなかったり、やっぱりパチモン使うのに抵抗あって正規品に買い替えたので、今はもう使ってないです。GoPro 側を見ると固定用のネジはもちろん飛び出していいんですけれども、三脚もちょっと飛び出してるんですよね。なのでこの商品 GoPro 本体につけるのはちょっとやばそうですね。そのまま三脚つけると飛び出した部分で GoPro に穴開けちゃいますよね。今回は GoPro に直接つけないのでその心配はありません。それでこれをメディアモジュラーのこの部分にパテで貼っていきます。ダイソーのエポキシパテは結構便利なのでたまに使ってます。何がいいって110円なのがもちろんいいんですが、量が少ないのがね、こういう小物の DIY で使い切るのにちょうどいいんですよ。昔のフィルムケースのちっこいやつみたいな密封容器に入ってきますが、結局固まったりするので保管は考えずに1個ずつ使い切るのが便利なんですよ。取材と硬化剤を混ぜるタイプで、最初から両方が一塊になっています。こねていけばお互いが混ざる仕組みですね。ここからは時間との勝負です。両方の端はすでに硬化してしまっているので、パテをくぐっているフィルムをカットして左右をカットする形で使いやすい量を取り出したらよくこねます。パッケージには1分以内に練って塗り込んでくださいって書いてあるんですけれども、そんなにすぐに固まったりはしないし、何より練り込み不足だと硬化不良を起こして台無しになるので、少し発熱するぐらいまで1分以上練っておきます。ほんで程よい量をマウント位置あたりに盛り付けていきます。後から削るのでちょっと多めに入れておきましょう。メディアモジュラーの斜めに削った部分に流れ込むように押し込んでおきます。このパテって意外と隙間に入り込みやすくて、こういう作業に使いやすいです。ネジがパテに食い込むようにちゃんとネジが飛び出していることを確認して、三脚をつけたまま足をパテに押し付けていきます。三脚を外したら形を整えます。今回は素手でやっていますが、かなりベトつくので、気になる人はビニール手袋とかをつけた方がいいかもしれないですね。手についたエポキシパテはアルコール消毒液で溶かせますよ。余った部分をカッターで削っていきます。足を開閉できることを確認しながら、パテと足の隙間を埋めて強固に固定していきます。やや固まってきたところで GoPro を抜いて何度か抜き差しをします。完全に固まってから抜くと GoPro の凹凸部分にパテが入り込んじゃって抜きづらくなる可能性があるので、半熟くらいで抜いてヘラか何かでパテを平らにならしておきます。あとは固まるまで放置します。目安は60分くらいとなっているんですけれども、体感的には半日くらい置いておいた方が安心ですね。固まったら残ったマスキングテープも剥がして完成。見た目はいかにもって感じなので、ヤスリ掛けとか塗装とかをすると良さそうですよね。今回は最低限の見た目だけ作っておいて、耐久性とかをテストして良さそうだったらもうちょっと作り込んでいこうかなと思います。
ということで、今回はメディアモジュラーを使いやすく改造してみました。これでメディアモジュラーは固定したまま GoPro の電池を交換できるようになりました。これなら画角もずれないし、バッテリーを交換時も新旧のバッテリーと GoPro を持つだけなのでかなり楽になりました。他にも足の位置が下がったおかげで、ここのスペースに余裕ができて、ちゃんと指をかけてねじ締めができるようになりましたし、足の開閉も飛び出してる分もちろん簡単になりましたし、前後の反転もできます。あとマウントを動かせる角度まで広がっちゃいました。もうね、最初からこうして欲しかった。ヒーロー11は最低でもこの仕様。欲を言えば GoPro 本体に外部マイク入力がつくか、メディアモジュラーをつけたままバッテリー交換ができるようになってほしいものです。そういうカメラ以前あったんですけどね、ソニーさん。縦の耐久性とか未知数なので、別に落下防止処置を追加しながらこれからテストしていこうと思います。今後問題などが出たらこのチャンネルで報告していくと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。旅Qでした。